こんにちは、おとまるの山内です。実験会に協力していただいたドラマーさんにいつも通りチューニングをしていただいたら、表面が C、裏面が F という結果になったんですが、表面と裏面の音程をそれぞれ変えていくとどういう変化が起きるかを見るために、合計4パターンのチューニングで音を収録していってみました。使うスネアによってチューニングできる範囲は結構違うと思うんですが、今回使ったスネアではこの辺りの範囲が適しているかなと思いました。アイソトープの RX というソフトでこの4つの音を並べてみましたので、まずはそれぞれ聞いてみます。はい、こういう感じの4パターンの音なんですけども、両端だけ見ると裏側、ボトムだけ下がったパターンとして、で、右側2つを見るとトップ、表面だけ上がったパターンとして比べることができます。今回協力いただいたドラマーさんの経験とか体感を言葉にしてみると、トップは音程、ボトムは倍音の調整っていうふうに言っていました。で、もう一つ今回は、ウェブで見つけた情報として、トップとボトムの周波数の和が等しければ気温は変わらないっていう情報。これも面白そうでしたので、真ん中2つのパターンを比べれば確認できるようにしています。ではそれぞれの説を見ていくんですけども、画面をちょっと拡大して 0Hz から 1700Hz あたりまでをこういう風に表示してみました。どういう変化が起きているかを見やすくするために、一番左の音を基準としてそれぞれの倍音のところに線を引いてみました。ではちょっとドラマーさんの言葉を思い出してみると、トップは音程の調整ということなので、まずトップの変化から見ていきます。左から徐々にトップのチューニングは上がっていって、一番右側で元に戻るっていう感じですが、矢印を見てみるとその通り動いているように見えます。基準の線をもう一度表示させてみると分かりやすいかと思います。似たような形がトップのチューニングの高さに連動して動いているように見えると思います。右側2つのパターンだけを見て、トップだけ上がった時はどういう風に変化が起きているかを見るとより分かりやすいですね。はい、続けてはボトム、倍音の調整ってどういうことなのかを見ていきます。両端のパターンを見比べて変化が大きかったところを赤枠で囲ってみました。倍音自体がなくなるわけじゃなくて、だいたい同じ倍音構成をしてるんですが、音の伸び、サステインがですね、短くなっているように感じるんじゃないかと思います。はい、続けてウェブで見つけた情報ですね。トップとボトムの周波数の和が等しいと気温は変わらないですよっていうことなんですが、真ん中2つのパターンを見比べるんですけども、気温ということなので一番下の方に分布している音を2つ見ていこうと思うんですけども、ちょっと画面分かりづらいと思うんですが、一番下の音は変化がなくて、その上はちょっと変化がありまして、問題点として周波数の和に関わらずですね、一番下の方は変化がないんですよ。で、その上の音は先ほどのトップのチューニングに連動している変化としか見受けることができないかなと思ったんですね。はい、以上のことを踏まえて整頓していきますけども、まずトップは音程の調整っていうことは、トップの音程イコール楽器自体の音程と見てもいいかなっていうふうに、これは再現ができたかなと思います。こうやって画面上で見ても、同じ倍音構成がそのままトップのチューニングと連動してます。ということで、トップは音程の調整っていうのは再現できました。で、次はボトムは倍音の調整っていうことですね。ドラマーさんの言葉を正確に表現すると倍音のサステイン調整っていう風に言っていたんですけども、これも、画面を見てみても明らかに一部分の倍音はサステインが減っているので、これも再現できましたっていう感じですね。はい、では続けてウェブで見つけたトップとボトムの周波数の和が等しいと気温は変わらないですよっていうことなんですが、こちらちょっと再現ができなかったかなっていうところでしたね。音丸の以前の動画では一番下に出ている音は気温ではなくアタック音の一部だというふうに捉えましたけども、気温をどこで捉えるかっていうことではなくて、周波数の和でどういう変化が起きるかっていうのを見ても、今回ちょっと変化が見受けられなかったので再現できなかったなっていう結果ですね。で、再現できなかったからその情報は間違ってるっていうふうに考えるのではなくて、何かしら再現できなかった要因がないかっていうふうに考えたいんですけども、その一つがチューニングの音の合わせ方ですね。ウェブで見かけた情報ではドラムチューナー、この画像のようなものを使っていたんですが、今回僕らの実験では鍵盤アプリで音を出しながらそれを耳で確認しつつですね、一般的なチューナーで周波数も確認したっていう感じなので、打楽器としてはちょっと正確性に欠ける可能性があります。で、
で、チューナーの画像を引用させていただいたサウンドハウスさんのブログを見てみると、表裏の音程が同じ状態の時が一番良くなる。裏の音程を表より高くするとサステインは長くなる。逆に表より低くするとサステインは短くなって、表裏の音程差があるほどアタックが増すっていう風に書いてたんですね。じゃあちょっと表裏の音程差も見ておこうと思うんですけども、ちょっと裏より表の方が高くなるっていうことは今回のスネアでは難しいかなと判断したので、表と裏の音程差が少なければ一番良くなるっていうところだけ確認します。一番音程差が少ないのは左から3つ目の音ですね。はい、どうですかね。こう聞き比べてみても一番良くなるっていうのはちょっと言葉として分かりづらいと思うんですけども、今回の実験でその場で聞いてるときはですね、この音程差が少ないときが一番良くなるっていうのはすごい体感としてはドラマーさんもすごいうなずいていましたので、ちょっとドラマーさんの言葉を全部並べてみますと、表裏の音程が近くなるとうるさいぐらいになるので、派手な音を作りたいときはいいかも。で、裏の音程を下げていくと倍音のサステインは短くなるんだけども、これは緩むとスナッピーに当たりやすくなって、スナッピーがミュートの役割を兼ねているからなんじゃないかなとかですね。あとは一番最初に基準にした音ぐらいのバランスが音程差としてちょうどいいかなっていうふうに言っていました。で、いろんな情報って世の中に溢れてると思うんですけども、その場で聞いた感じの音はどうなのか、撮ってみるとどうなのかっていう体感としての実際の感覚っていうのと情報を照らし合わせることはすごい大事だと思っていて、その上でいろんな言説の中から共通項を探すと、それは汎用性のある知識になりそうですし、再現できたものっていうのは次から実際に引き出しとしても使えますし、あとはいまいち明確な結論が出なかったものは次の実験題材として使える、もしくは他の要因を考えるヒントにもなるんじゃないかなっていうところですね。今回のドラマーさんも話してたんですけども、これはあくまで自分自身の感覚のお話をしているだけなので、他のドラマーさんの感覚も知りたいので、ぜひですね、いろんなドラマーさんの感覚も言語化してみたり、それを実際に試してみたりっていうこともやってみたいです。あとは前回の動画でもちょっと触れてたんですけど、今回の実験では同じ素材違うメーカーっていうスネアもあったので、それも聞いてみます。ちょっと画面を拡大しました。聞いてみるとわかると思うんですけど、チューニング全然違いますよね。今回の分析でなぜはしょっていったかっていうと、まさにこのチューニングが安定しなくて、これが限界だったんですよ。で、倍音の分布を見てみても、狭い範囲にめちゃめちゃ密集していますし、倍音も綺麗に出ていなくてまばらにも感じると思います。で、これを経てですね、楽器の状態も影響がすごい大きいんだなと思いました。チューニング自体安定しないと倍音分布も安定しなくて、コントロールできることが少なくなるっていうことは、その楽器で出せる音が限られてくるってことだなと思います。で、音が変化する要因っていうのを前回の動画でも並べましたけども、この動画ではチューニングだけでなく楽器の状態についても少し触れることができたかなと思います。で、チューニングとか楽器の状態がどういう影響を及ぼすかってことが分かると、演奏者のコントロールのお話なのか、マイクの角度とか機材に関するお話なのか、そもそも楽器自体の話をしているのかっていうところがちょっとポイント絞れてくると思うんですよね。で、チューニングが安定しない。じゃあ楽器の状態が良くないのかな。それなら楽器の状態が良くないってどういうことなんだろうっていうふうにどんどん要因を考えていくと、まずパーツの種類とかヘッドの種類、その状態とかですね、そういうところが原因なのかなっていうふうに考えられると思うんですね。なので、シェルの素材とか銅の深さっていうのはまた別の部分に影響を及ぼしそうだなっていうふうに。演奏者がコントロールできる範囲、エンジニアがコントロールできる範囲、響きはどういう風なのかとか、だんだん解像度をそれぞれ上げていくと、好きなアーティストの音源作品の音はこういうところがかっこいいと思うけど、なぜ自分の音はこうならないかとかですね。あとは打ち込みの音とかですかね。音丸でドラムミックスコンテストをやったんですけど、電子ドラムの音をどうやってミックスしていくかっていう風にですね、いろいろな方のアプローチをシェアし合う場でもあったんですけども、電子ドラムの音だとその場の空間の音とかアンビエンス感っていうのが足りなくて、それを作るのがすごい大変だったっていう意見が結構ありまして、それを考える際もですね、響きには何が影響しているのかっていうところを、自分の中でシミュレートできると、よりいろいろなアプローチが手に入るのかなっていうふうに感じたりしたんですね。なので即効性のある Tips とかではないですけども、この音丸で研究していることがですね、ゆくゆく何かにつながると嬉しいなと思います。
はい、ということでスネアの研究についての動画を続けていますけども、次回のフィジカルな実験会としては、キック研究会を行います。その場で鳴っている音をどうやって収録して再現できるかっていうところをテーマにですね、いろいろなマイク、オンマイク、オフマイク、バウンダリー、アンビとかですね、いろいろ複数マイクを立ててみて試していければと思いますので、参加ご希望の方は DM などをいただければ幸いです。それではですね、今回もご視聴いただきありがとうございました。おとまるの山内でした。